国際交流員ワクワク動画。皆さんこんにちは。今回の動画は6カ国の迷信についてです。1人1個ずつ面白いと思った迷信をピックアップして発表します。どれが日本の迷信に一番近いのか、どの迷信が一番変わっているか、ぜひそんなことを考えながらご覧ください。じゃあアイルランドからやりましょうか。アイルランドにはね、鳥の迷信が多いです。一番有名なのはカササギの歌です。カササギわかりますか？カササギ、マグパイとも言うんですけど、カラスの仲間で、黒または暗い青の体にお腹と肩のところが真っ白です。どういう迷信かというと、カササギを見ると何かがやってきます。何話を見るによって何がやってくるかが決まります。1 for sorrow, 2 for joy, 3 for a girl, 4 for a boy で、続きもあって、多分そこまでが一番有名。5 for silver, 6 for gold, 7 for a secret that must never be told。 実際に信じてるかどうかはわからないけど、信じるように行動する人がめっちゃ多くて、例えば1話を見ると、悲しみだからその2話目を必死に探す人とかもう1話がいるかもしれない、まだ喜ぶかもしれないみたいに探す人が多いし、3か4話を、見る、特にちょっと年の女性が若い女性の方を見てみたいなアンソニーも信じてる？信じる遊びしてます。似たような迷信はありますか？インドは確かカラスを見るとか聞くに関しては迷信は確かにあります。カラスが訪れるとお客が来るとか、カラスの声を聞いたら悲しいことがあるとか、縁起がいいか悪いかそれぞれ分かれているものはあると思います。中国ではカラスとカササギがセットとして出てて、カラスの鳴き声を聞くと悲しいことがあると言われてて、カササギのことを聞くといいことがあると言われています。ちなみにカササギの中国語の名前は喜びの鳥っていう意味です。おー、それはいい情報。韓国の国の鳥だって書いてた。ガチは韓国を代表する鳥、だからカササギを見るといいことがあるみたいな。ゴルフをやってる人たちって亡くなったらカラスとして蘇ります。次の人生でね。で、それは、まだゴルフをやってる人に迷惑をかけるために。次はフランスの迷信です。フランス語でこう言います。Se lever du pied gauche。それ翻訳したら、起きた時は左足を先に床に下ろすという意味なんですけれども、そうしたら不運な一日を呼ぶと言われています。どうしてかというと、大勢の人は右利きじゃないですか。あれだったら、右利きで左足を先に下ろしたら、それは不自然という考え方があって、そうなるとおかしいから不運な一日が始まります。で、その迷信から表現も出てきました。朝に怒っている人にとか気分が悪い人によくこう言います。Tu t'es levé du pied gauche ou quoi？翻訳したら、あいつ今朝、左足を先に床に下ろしたかみたいな感じで、意味としてはあいつ怒ってるね、あいつ気分悪いね今日は。直接は相手には言わないけどね。言えるかも。英語は迷信じゃないかもしれないけど、同じ表現があって、もしかしてベッドの反対側から起きたのみたいな。意味はその人が気分が悪い、調子が悪いみたいな、気分が悪い、そう同じだけど足じゃなくてそして決まってないね。左じゃなくても右でも、正しい方があるかな。いいやちゃんは朝起きて頑張って右足実は考えたことないからちょっと
迷信都市伝説っていうものなんですけど、扇風機死亡説っていうのがあって、扇風機をつけて寝たら死ぬっていうのが韓国人の間では結構広まってて、聞いたことありますか？扇風機をつけたらやばいに過ごしてる。話題になったことがある、欧米のイタリアとかいうものに。これは70年代から2000年代の最初の頃まで流行ってた話なんですけど、密閉された空間で扇風機をつけて寝たら窒息死、誰々さんが扇風機をつけたまま寝て窒息死したっていう話がもう新聞ニュース結構出て、私はその時本当に信じて扇風機をつけたら絶対窓を開けて寝たりするんですけど、今でも韓国もそれは信じないんですけども、でも私は子供の頃のなんかニュースとかがすごい強烈で、今でもちょっと気にしてます。わかるよ、わかる。いくら論理的じゃないと分かってても、でも心配したくないからそうなんか頭にエアコンはいいんですけど、扇風機はなぜか怖くてつけるのというか、正直言って扇風機よりエアコンで絶対体調が悪くなる。そう私は話したいのは、迷信プラス縁起物の話ですね。インドにはレモンと唐辛子の魔除けがあります。唐辛子7個と、レモンを紐に通して家の外とか、家の玄関、店の玄関とかにかける風習があります。なぜ唐辛子7個かなのかはちょっとわからないんですけれども、要はインドのヒンズー教に由来しているものだと思います。ヒンズー教にはラクシミー神という女神様がいて、その女神様が幸運の女神って言われています。で、その人は逆にその姉がアラクシミで、アラクシミ神は不幸の女神。アラクシミ神が、酸っぱいものと辛いものが好きだから、玄関先にこれをかけておくと、それを食べて家とか店に入る気にならないっていう迷信があって、毎日それを変えてかける人もいるし、新しいことをする時とかも必ずかけてるし、車を買う時とかでさえも車にかけてるんですよ。もうどこにでもかけてるみたいな。科学的な理由を考えると、普段だったら綿の紐を通すんだけど、そうするとそのレモンとか唐辛子の成分が出てきて香りが生まれるんですよね。で、その香りで蚊とか虫、余計になるっていう考えでもあったんじゃないかなって言われています。確認したかったのが、その不運の女神が満足して入らないか、いやこんなものの家だったらいいなとかどっちだったの？レモンは酸っぱいじゃん。で、唐辛子が辛いし、でそれで満足して帰る。で、その分家とかに入って荒らすことはないっていう意味ですね。アメリカでは自分の子供の頃からよく耳にしたフレーズがあります。See a penny, pick it up. All day long, you'll have good luck. 道とかに1セントを見つけたら運が良くなりますよ。なぜ1セントが幸運をもたらすかというと、下調べで2つの説見つけました。その1つ目は金属でできているもの、コインとか蹄鉄とか魔除け的な効果を持つと思われているからです。ちなみに部屋の玄関のドアの上に蹄鉄を飾る習慣があります。魔除け的な効果を持つからです。もう一つの、説はコインに表と裏
があるように、この世には、善悪がある。それに関係して一線と見たら大統領の顔が映ってる側じゃなければ効果がないです。条件付きなのでで、もし、その表を向いてる状態じゃなければ次の人のために表を向くように売り返しにしておく人もいます。インドにも地に関する迷信とは言わないけども風習はありますね。というのは、例えば結婚した人とか何かいいことあった時に人にお金を渡すんじゃないですか。その時に必ず1ルピー多めにあげる。例えば1000だったら1001とか100だったら101で、最近はその封筒に1ルピーがついてるものも売っています。そのまま数字の裏に0がつくから0になるっていうのを避けるために必ず1ルピーを多めに追加して101とかにする。で奇数にする。それで幸運が訪れる。中国では多分いろんなお祝いで1000プラス1じゃなくて逆に1を引いて999か9とかにする習慣があります。なぜかっていうと9の発音は永久の9っていう字なので永遠に続く、いいことが永遠に続くって思われてるので、それで1を引いて、もう一つの理由は例えば100とか1000とかすごく完璧な状態だからやりすぎがあんまり良くないっていう中国の伝統的な考え方があって、だからあえて1を引いて、じゃあ残りの分はみんなで頑張ってくださいという意味になるので、ちょっと面白いので思いました。もしかしたらこれはお箸を使う国で通用するかもしれませんが、中国では、結婚相手の所在地と自分がお箸を持つ位置と関係があるっていう迷信があります。ここだったら割と普通な位置だから近くにいる人と結婚する。でここがやや遠い距離の人と結婚する。ここだったらもう遠くにいる人と結婚するって言われています。でもなんかめっちゃ田舎の人で東海に行きたいんだったらじゃあほとんど科学的な根拠がないと思うんですけど、引いて言うと小さい子供は力があんまりないので、それでも遠く持てるならもしかしたらすごくなんか力があって自立しやすい子だから遠くところに行っても大丈夫だと思われたかなって一応こういう説を見ました。これは男性女性全部通用する話。でも名は女性ですね。名域っていう言い方だから女性の方が多いですね。皆さん、私たちの国の迷信を聞いてどんな感想がありますか？もし日本の面白い迷信がありましたらぜひ教えてください。他にもし質問や感想があったらぜひコメント欄で教えてください。それでは次回もお楽しみに。バイバイ。バイバイ。バイわかんない。確かにそうしてるね、めっちゃ遠い。そうハサミみたいに。なるほど。